皆さんこんにちは。イラストレーターのあきです。私は今年フリーランス4年目のイラストレーターです。普段は iPad やアクリル絵の具、オイルパステルなどでふんわりとしたタッチと淡い色合いで絵を描いています。こちらのチャンネルでは日々の絵描きとしての歩みやアートの動画などを主に発信しています。見てくださった方がちょっと癒されるような、また明日へのモチベーションが上がるようなチャンネルを目指しているので、よかったらいいねやチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今回は2つ前の動画の続きで絵のジャンルを絞ることについて、私が最終的に何をしたか、どんな決心をして進むことにしたかなどをお話ししたいと思います。こちらのテーマについては前々回たくさんの絵描きさんから共感のお声をいただきました。皆さんもいろんなことを考えて模索しながら絵を描かれてるんだなと、私も改めて励まされました。今回の動画が少しでも迷っている時のヒントになったら嬉しいです。絵だけでなく人生の中でも何かを選択する場面はきっとたくさんあると思うので、そんな時にこの動画が小さな勇気のきっかけになったらとても嬉しいです。ジャンルを絞るお話になるのですが、私は絵描きになってからの約4年間ずっと女の子のイラストをメインで描いていました。ただ小物やモチーフや風景画も描いたり、アナログのアートも作ったりしていたので、自分はどんな絵描きになりたいんだろうと、どこかいつもモヤモヤを抱えていました。自分は女の子を描いてファッションイラストレーターになりたいのか、小物などのモチーフの絵を描いてイラストとデザインもできるイラストレーターになりたいのか、アクリルアートを描いてアーティスト寄りのイラストレーターになりたいのか、ジャンルを絞りきれていないときはどんな絵描きになりたいのか、将来像も見えてこず、進む道もわからないままでした。逆にどんな絵描きになりたいのかを見つけられたら、自然とジャンルも絞れるような気がしました。そしてその先には自分が助けたいお客様に見つけてもらいやすくなり、そんなお客様と出会える可能性がまた増える気がしています。このような経緯で今回絵のジャンルを絞ることにしました。長年の悩みにいざ向き合おうと思ったのですが、ジャンルを絞ってしまったら今までファンでいてくださった方たちが離れてしまうかもしれない、お仕事が少なくなり生活ができなくなるかもしれない、私一人で決めてしまったら応援してくださった人たちを裏切ることになるかもしれない、いろいろな考えが巡り、これからの絵描き人生を左右することにも思えて、とても怖く、決めることは勇気がいることでした。また今まで描いてきたどのジャンルも思い入れがあり、我が子のような存在で、それらの一つでも手放すと考えると寂しさがこみ上げてきました。悩みすぎて泣いて過ごすような日々も続きました。でもこんな風に悲しくなったりネガティブな感情のまま決めてもきっといい答えは見つからないと思ったので、一旦この気持ちをフラットな状態にしようと思いました。そしてできればポジティブな感情で決めたいと思い、こちらのノートに自分の気持ちを整理することにしました。これから長く付き合っていく自分の絵のジャンル、それは自分が本当に楽しんで描けるものでありたいと思ったので、まず自分がどんなものにときめくのかをリストアップしてみました。私はお花や植物などの自然のもの、海外のような雰囲気のもの、アンティークなどの趣のあるもの、そういったものが浮かんできました。好きこそものの上手なれという言葉があるように、
自分がときめくものを描いてそれを磨いていけたら絵描きとして成長できる気がします。そんな風にときめくものを考えていたら、不思議と少しずつネガティブな感情が薄れ、ワクワクした感情に変わっていきました。そして次にどんな人を助ける時に喜びを感じるかを書いていきました。これはインスタグラムの私が大好きなお友達がアドバイスしてくれたことです。少しでも自分の絵が誰かの助けになるなら、どんな形で助けになりたいか、それを想像しながら少しずつお仕事の形を思い描くことができました。リストアップしながらだいたい自分の気持ちが整理できてきたのですが、最後の踏ん切りというか、どうしても決めきれずにいました。そんな時にとても素敵なオーダーをいただいたんです。それはオラクルカードを作らせていただくお仕事で、なんと37枚の絵を描かせていただくとっても大きなお仕事でした。その方のご依頼の資料を見ると、ご希望のイラストは女の子のイラストやモチーフ、風景のイラストなど、私が悩んでいたすべてのジャンルのイラストが入っていました。その資料を見た時に嬉しくて涙が出てきて、自分が描くどんな絵も好きになってくれて、それを使おうと考えてくださって、これ以上の幸せはないなと思いました。その時にあきちゃんのファンの方たちは、あきちゃんの描く絵が好きなんだよと言ってくれたインスタグラムの友達の言葉を思い出しました。なんだかその言葉の意味が本当に分かった気がしました。自分の絵のファンの方たちを信じて、自分が決めた道で頑張っていいんだって言ってもらえているようで、本当に嬉しかったです。その言葉をくれた友達も、私が前々回の動画で悩んでいたことを見てくれて、忙しい中励ましのメッセージの動画まで撮ってくれて、一つ一つ言葉にしてくれました。それがすごく心の支えになりました。行動しながら向き合って一人で考えても答えが出ないとき、人と人との関わりの中で学んだり、答えのヒントを教えてもらったり、温かいつながりのおかげで前に進める気がします。どの絵も大切で描いていて楽しかったのですが、一番最後に決め手になったのは、どの絵を描かない自分が想像できないかでした。昔学生の頃、結婚を決めた友達に変な質問をしたことがあって、決心できたのはなんでと聞いたことがあったんです。深い意味はなくて、純粋に人生でずっと共にする人を決められた理由をその時は知りたかったんですけど、その友達はその人のいない未来は考えられなかったからと即答していました。今考えるとその気持ちに少し似てるかもしれないなと思います。これからずっと共にする絵のジャンル、それを考えた時、私は毎月カレンダーでお届けしている風景画のような絵、この絵を手放すことがどうしても想像できませんでした。その中にお花やモチーフ、心の中の希望や安らぎを自由に表現したいと思いました。そしてそれが自分が皆さんにお届けしたい一番癒しを感じられる絵なのではないかと思いました。そんな時、私がずっと憧れているイラストレーターさんがカレンダーの絵にコメントをしてくださったんです。あきさんのその場所の空気感や匂いを感じられる絵が好きですと言ってくださって、そのお言葉も本当に嬉しくて、憧れの方からの言葉は本当に大きく背中を押してもらえる出来事になりました。こうして周りの人たちとの関わりを通して、私は心安らぐ絵画風のイラストを自分のジャンルにしようと決めることができました。
そして4年間共にしてきた女の子のイラストを何らかの形にして最後に皆さんにも自分の中にも残せたらと思い、女の子のイラストを使ったプレゼント企画を行うことにしました。女の子のイラストのフレームやアイコンのパターンをいくつか作ってインスタグラムで配布させていただきました。その時はジャンルを絞ることをまだ公開していなかったのですが、本当にたくさんの方が使ってくれました。2ヶ月経った今でもストーリーズや投稿で使ってくださっている方も多く、それを見るたびとても温かく嬉しい気持ちになっています。4年前イラストレーターとしてまだ駆け出しだったけど、それから今まで私が絵描きとして生きることができたのは、こうしてたくさんの方が女の子の絵を大切に使ってくださったり、オーダーしてくださったり、いつも温かい言葉をくださったおかげです。本当に本当にありがとうございます。最後に女の子のイラストをたくさん使っていただけて本当に嬉しかったです。しばらくは女の子の絵のオーダーも受け付けていますが、このプレゼント企画で後悔なく一つ気持ちの区切りをつけることができました。そしていよいよジャンルを絞って再スタートするために準備を始めました。その準備として SNS の整理をすることにしました。今までの女の子の絵の投稿をすべてアーカイブして、皆さんに再スタートのお知らせとその思いをお伝えすることにしました。アーカイブするときはとても寂しい気持ちになりましたが、一つ一つ投稿を閉じていくごとに、いい意味でもう後戻りはできないという覚悟ができてきました。新しいジャンルの絵や動画を少しずつ作って投稿用に貯めていきました。まだ準備は全て終わっておらず、これから選んだ道を正解にするためにお仕事としての形になるよう発信していきたいと思っています。絵画そのものをお届けして癒しにしてもらいたい気持ちもあるし、その絵をどんな風に使っていくことができるのかというのをこれからお伝えしていきたいなと思っています。そのために新しいジャンルのオーダー作品のサンプルを作ったり、グッズなども作ったり、ホームページも作ったり、思いを伝えていったり、これからまだまだやることはたくさんあります。どんな選択をしてもきっと自分次第で未来は変わるものだと思うので、それを正解にすることができるのも自分次第だと思っています。まだまだドキドキや不安もありますが、一つ一つ頑張っていきたいと思います。そして今回のジャンルを絞ってからの最初の挑戦として、私は展示をすることにしました。ちょうど絞るジャンルを決めかけていたタイミングで温かいご縁をいただき、とあるカフェで約1ヶ月半展示をするお誘いをいただきました。前回の個展の準備の様子を考えると、少し準備的にはハードなスケジュールになるかなと思ったのですが、どうしても新しいジャンルでこの展示をしたいと思いました。人生において絶対に逃してはいけない縁というのはあると思っていて、直感でこの展示はそのご縁だと思いました。この絵でこれからやっていきますという決意みたいなものを
何か形にして皆さんにお伝えしたかったので、この機会を大切に精一杯頑張ろうと思いました。この展示の作品がまた誰かの心に安らぎや励ましの絵となったらとても嬉しいです。そしてそのことがまた私にとっても前に進む原動力になると信じています。展示は四つ葉 T さんという東京の目黒区にある紅茶専門店のカフェで10月2日から11月20日まで開催中です。紅茶とアートでゆったりとした時間を過ごしてもらえたらとっても嬉しいです。作品を通してたくさんの方とお会いできるのを楽しみにしています。とても長くなってしまいましたが、絵のジャンルを絞るお話は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。